皆様、大変長らくお待たせいたしました。本日はご来場いただき、誠にありがとうございます。これより、シーラテクノロジーズ上場記念グローバル戦略記者会見を始めてまいります。私、本日の司会進行を務めます、鮎川るみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。株式会社シーラテクノロジーズは、日本の不動産企業として初めて、米国ナスダック市場に2023年3月31日、新規上場を果たしました。本日は株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長、グループ執行役員 CEO 杉本博之より、改めて米国ナスダック市場上場のご報告、そして主力事業であります利回り君のグローバル戦略について発表させていただきます。それではまず4月10日に米国ナスダック本社におきまして執り行われました上場セレモニーのムービーを放映させていただきます。皆様、前方モニターにご注目ください。Today is a special day for us. Time flies like wind. I lost my parents when I was young, worked hard from the age of 19, and decided to start a business by experiencing 9/11 in the United States. For 4 years after starting a business, sales have tripled every year, and the youngest to be listed in Japan, 2005. But 2008, due to the financial crisis, sales and employees declined by 95%. And I almost have given up many times since then. But we are finally able to leave this day. It feels like yesterday we have started our business. Now today, we are starting line of the endless marathon. When we started our business, everyone said it was impossible. But dreams come true. Currently, we are the #1 share of real estate crowdfunding in Japan. We will be #1 in the world. Our PropTech and FinTech changes the world. Be humble, be ambitious. Thank you very much. Hi. 皆様こんにちは。シーラテクノロジーズグループ代表取締役会長グループ CEO を務めております杉本博之でございます。本日、こちらですね、ナスダック上場記念グローバル戦略記者会見ということで、少しのお時間お付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず先立ちましてですね、創業者として日米初と、そして不動産企業では、またこれも日本初ということでナスダックに上場させていただきましたが、今回の上場に関しては、本当にこの多くの方々に、社員やお客様、株主様、取引先、本当に関係者の皆様方はじめ多くの方にお支えをいただいて、この上場を達成することができました。改めてですね、皆様に心より御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。それではですね、記者会見の方を始めさせていただきたいと思います。会社概要でございますが、こちらになります。そして我々経営理念、ミッションは人生100年時代をテクノロジーと資産運用で豊かに、そしてビジョンは愛とテクノロジーで世紀を超えて永続するということで、テクノロジーだけではダメなんだ
愛が大事なんだということをよく社員に伝えております。それからターゲットとしては、資産運用プラットフォームを通じ、さまざまなこの国の社会問題を解決していきたいと、そんな思いでターゲットを掲げさせていただいております。これを総称して、そしてビッグビジョンとして我々、世界中の不動産投資を民主化すると、こういったミッションも掲げさせていただいております。それでは目次でございますが、まず1番目、2022年度12月期の業績の方を発表させていただきたいと思います。まず、当社グループの事業構造でございますが、クラウドファンディング事業、そして投資用マンションの分譲事業、そして利回りくんプロサイトによる1棟のレジデンスビルの販売、仲介、そして太陽光発電所の販売と、そして利回りくんクラウドファンディングにおいてファンドが積み上がっていきますので、アセットマネジメント、そして賃貸管理や建物管理、これらを総称してアセットマネジメント事業と、これらが我々グループの事業構造となっております。売上高、この3年間、131億、166億、220億と非常に力強い成長をしてまいりました。売上総利益に関しましても28億、31億、36億と、こちらもですね、売上に比例してですね、非常に力強い成長を遂げてまいりました。そして続いて12年間、この売上の推移でございますが、この2016年ちょうど真ん中にございますが、決算期を変更しておりますので、事実上12期連続の増収ということで、多くの皆様にお支えいただいてですね、成長を遂げてまいりました。そして、ようやく損益計算書ということで PL でございますが、前期と比較をいたしますと 132% 伸びております。そしてご注目いただきたいのが、この IPO のために弁護士さんであったり監査法人であったり主幹事証券に対するフィーが発生しておりますが、こちらが3億7000万ということで、ほぼこの販管費をですね、ほぼ同水準でコントローラブルな状態になっているということで、我々この売上と利益力強く成長しておりますけれども、そしてバランスシートでございますが、こちらもですね、昨年と比べると160% という成長をしております。順調にファンド在庫を積み上がっております。そしてご注目いただきたいのは、この株主資本に今回調達したフィーを除いて18億5000万が純粋にこの株主資本に乗っかってきます。調達した資金ですね。そしてまた今期の利益がですね、ここにさらに乗ってくるということになりますので、2023年度のバランスシートについてはさらに順調に力強くバランスシートも拡大をしていくという形になります。そして続きまして、ビジネスについて、事業についてご説明をしたいと思います。まず我々が一番注力しております不動産クラウドファンディング事業ですが、世界で今のところ約3番手の位置につけております。ナンバーワンがファンドライズという企業で 38.7 万人の会員、そして AUM が2000億と言われております。そしてリアリティモーグル社、今回我々ニューヨークに飛んで、ロスに飛んで、投資家さんとさまざまな方とミーティングをしてきましたが、リアリティモーグルさんともミーティングをさせていただきました。27.4 万人、AUM1000 億となっております。そして我々シーラテクノロジーズグループ 25.5 万人の会員様を抱え、約今800億円というところまで来ております。サービスをローンチしてから我々まだ1年半ですから、この世界的な企業を猛追しているという状況になります。そしてこの我々が力を入れている不動産クラウドファンディング市場ですが、近年2倍3倍と日本市場も成長してきておりますが、世界市場もですね、この近年4年間ずっと3倍3倍で成長を続けております。このペースでさらに4倍5倍と成長が予測されておりますので、2026年度には1兆5000億に達すると、このようなデータもございます。我々はこの力強く成長していく分野において、この単身者マンションも太陽光もそうですが、不動産クラウドファンディングと、この力強く成長しているマーケットに注力をしていくということを決めております。そしてまた改めて不動産クラウドファンディングについて簡単にご説明させていただきたいと思いますが、簡単に申し上げますと、不動産投資、今まではですね、金持ちがやることという印象が多くの方にあったと思います。ちょっと借り入れをして、何千万何億という借り入れをしてやるというのはやりづらい。何か
金持ちがやることなんじゃないかというこのイメージをですね、我々払拭していきたい。そしてこの不動産クラウドファンディングというシステムは、その不動産をみんなでリスクを取ってですね、一口1万円からそれぞれの皆様のリスクに合った投資額を入れていただいてですね、みんなで投資をすると、そういうシステムが不動産クラウドファンディングということになります。そしてこの不動産クラウドファンディング市場において、世界で年々3倍伸びている、日本でも2倍、3倍、4倍と伸びているこの市場において、我々おかげさまで 25.5 万人という会員を掲げ、日本でナンバーワンのシェアを取らせていただいたわけですが、この我々がなぜここまでのシェアを取ることができたのか、この3つの強みがあると考えております。一つは AI を活用した独自のマーケティングということで、こちらに関してはまた後ほどですね、詳しくご説明をさせていただきたいというふうに思います。でもう一つは、楽天グループ様と資本業務提携をさせていただいて、不動産クラウドファンディング分野においては、独占的なマーケティングを展開させていただいております。どういうことかというと、サイトにバナーを貼っていただいたり、そしてメールで我々の利回り君サービスをご紹介いただいて、楽天サービスから我々にジョインしていただいたお客様に関してはですね、ただログインするだけで楽天ポイントが毎日1ポイントつきます。でそしてさらに誕生日には100ポイント。私どものサービスで商品を何か買っていただくと15万ポイントと。とにかくですね、日本一楽天ポイントが貯まるサービスになっています。なので楽天のお客様にとってもメリットがありますので、多くの楽天ユーザーのお客様にご利用いただいていると。でそしてもう一つは、我々独自のコンテンツということで、これも大きな強みとなっています。では独自のコンテンツとは何ぞやということなんですが、こちら我々の代表的なファンドとなりましたが、堀江さんと一緒に、IST 社さんですね、正確に言うと、堀江さんたちと一緒に作ったロケット工場というファンドがあります。これも最初はですね、銀行さんからはノーと言われたプロジェクトでした。でも我々個人の力で多くのお客様とファンの皆様と一緒にですね、この IST 社のビジョンを実現しよう。でそして我々が少なくとも一助になりうるのではないかということでお手伝いをさせていただきました。結果としてはですね、3つの工場を7億円を集めて作らせていただきました。何が起きたかというと、 IST 社はこの不動産部門を我々が投資を請け負ったことによって企業成長に対して純粋にこの投資を振り向けることができました。そして企業は成長し、今回シリーズ D で、SBI さんやサイバーエージェントグループ様、あるいは、角川さんなどはじめ38億円という資金を調達し、さらにロケット開発会社としてですね、大きな成長を遂げることができた。でそしてこの大樹町という IST 社が本拠、拠点を置く町にはですね、5400人という人口しかいないんです。打ち上げとなればですね、1万2000人が大挙して押し寄せてくる。でここにインフラが全くない。でそして、投資も実現して、社員寮も作らなきゃいけない、お店も作っていかなきゃいけない、こういったインフラ整備にも IST 社が投資をすることができました。結果ですね、町は23年ぶりに人口が増え、でそして GDP も大きく増え、そして我々が投資したこの周辺不動産に関しては約倍に価値が上がりました。まさしく銀行さんがノーと言ったことに対して我々個人の力でお客様と一緒に、ファンの皆様と一緒に IST 社様とまた大樹町の行政の皆様と一緒に再開発を行った。銀行がノーと言ったプロジェクトに対して我々個人の力でこれを成し遂げたということになります。でこれからもですね、今後もまだ IST 社様とはさまざまなプロジェクトの取り組みを予定しておりますので、またぜひ皆様楽しみにしていただければと思います。でそしてもう一つ、代表的なファンドとなりましたのが、前澤さんと一緒に作った犬猫ヒルズというファンドがございます。私前澤さんの財団の理事も務めさせていただいておりまして、もうかれこれ20年近い友人で一緒に切磋琢磨してきた中ですが、前澤さんが、ワンちゃん猫ちゃんのですね殺処分をゼロにしようという活動をしております。で、彼は常にビジョナリーですから、これをやっぱり都心部で、マンションにおいてペットが飼えない、これも一つ問題なんじゃないかと。これによって東京都から殺処分を少しでも減らせるんじゃないかということで、2人で話をしながらですね、じゃあ多頭飼いができるマンションを作ってみようと。これも最初は銀行さんからノーと言われました。ところが前澤さんから、ドッグランを作ろうとか、
キャットウォーク作ろうとかですね、足洗い場とかリードフックもつけてとか、ワンちゃん猫ちゃんがこう例えば猫ちゃんが爪かきしてもワンちゃんが走り回ってもこれ劣化がしづらい素材を作ろうとかですね、いろいろなものを取り組んでですね、前澤さんの寄付もあって犬猫ヒルズというマンションが、完成しました。隣はですね、たまたま動物病院があって、ペットホテルがあって、でその隣にコンビニがあって、コインランドリーがあって、スーパーマーケットがあって、そしてさらにその隣に公園があって、そしてその道路の向こう側に多摩川があるというですね、もう奇跡的な立地でもうここだということで始めてしまったわけですが、これもですね、多くのお客様に支えられてファンドレイズ大成功だったんですが、これファンド第1回目をローンチさせていただいたらですね、また銀行さんがぜひ融資をさせてほしいということで来ていただいたんですけれども、こういう我々一般的に難しいと言われてるんじゃないかと。ただしかし我々は需要があると思っている。個人の力で銀行がたとえノーと言ったとしても、我々がお客様と一緒にファンと一緒に作り上げられるものがあるんではないか。それが一つの利回り君の魅力ではないかなというふうに考えています。でそしてもう一つ、我々が力強く成長をさせていただいているには、マクロ環境、プラットフォームを取り巻く事業環境というのも大きくあると思っております。一つはこの日本が今世界第2位と言われる個人金融資産2000兆円あります。この2000兆円の金融資産のうちなんと1100兆円 54% が日本人は預金をしているという得意な民族です。アメリカ人、このヨーロッパを見てもですね、預金は 20% ぐらいしかしませんね。皆さん投資をします。日本がなぜ貧乏になってしまったのか、 GDP も今世界、1人当たりではですね世界30位ということで、もう韓国にも抜かれてしまうと。これ日本人が貧乏になったとよく言われますけれども、この一つの大きな要因は 0.01% でしか回せない預金に集中してるから。これも大きな要因です。一つはこれをですね、まさしく時の総理がインベストイン岸田ということで、貯蓄から投資に回していかなければいけないと。日本国民を目覚めようと時の総理がおっしゃってるわけですね。でこうしてどんどんこの日本人の意識が変わり始めているというふうに私感じております。でそしてもう一つは GDP の 2.5 倍にあたる政府債務残高ということで、どんどんこの社会保障の自己負担が増えてますね。これいずれ3割4割となっていくのはもう確実だと思います。でそして年金もどんどん受給開始年齢が遅れて、年金の額自体も少なくなってきています。これ当面ですね、この社会保障費がどんどん厳しくなっていくというこの局面は続いていく。これ誰もが分かってますね。年金だけでは、退職金だけでは、預金だけではもはや老後は持たない。おそらく多くの国民が、もう 90% の国民がと言い切っていいと思います。気づき始めた。そのために我々の不動産クラウドファンディングをご活用いただいてですね、資産運用をしていかなければいけないと。この国民の変わり始めた意識というのが我々のプラットフォームを取り巻く環境というのも非常に大きなフォローウィンドウになっているというふうに考えています。でそしてもう一つ大きいのが、不動産業界のオンライン取引がいよいよゼロだったわけですが、昨年からオンライン契約が5月16日より始まりました。私よく申し上げてるんですが、この不動産取引もこのスマホの中で全てのトランザクションが完結する世の中に10年以内に確実になると。これ AR、VR、これメタの技術もどんどん進んでますし、これからまさしく物件案内もオンラインスマホの中で取引が完結する世の中に確実になると私も思っております。このオンライントランザクションがどんどんこの数十年間にわたって伸び続けていくと。例えば銀行さんもインターネットバンキングは当たり前ですよね。今私実印と預金通帳を持って銀行にお金を下ろしに行くっていう人見たことないんですけど、田舎ではあるのかもしれませんけれども、70%、これがまたさらにどんどんですね、インターネットバンキングの利用率が増えている。証券もそうですね。なかなか最近電話で注文されている方っていうのは少ないと思いますけれども、この銀行証券と同じくですね、不動産も昨年までゼロだったオンライントランザクションがここからひたすら数十年ずっと伸び続けていく。だからこそ我々はプロップテック業界にフォーカスをしてですね、そして不動産クラウドファンディングという分野にフォーカスをして、伸び続けていく分野において
しっかりと戦略的に投資を行っていくということを決めております。そしてまたもう一つですね、事業に関しては、投資事業本部を設立させていただきました。これまでも実は我々、CVC、コーポレートベンチャーキャピタルということで、会社でさまざまなプロップテック企業に投資をさせていただいてまいりました。すでに上場企業も出ております。実は4億5000万ぐらいの投資をして、すでにですね、エグジットをしていない企業も含めてですけれども、16億円という収益を上げています。これ証券会社様からも、これは一つの事業ですよねということで、ずっとこの10年間ですね、しっかりと我々がアクセラレーターとして企業成長に果たせる役割があると。でそしてなおかつこの伸びていくプロップテックという分野において、経営者様と面談をさせていただいて、マーケットを見て、この企業は投資に値するという企業に投資を続けてまいりましたが、これからもですね、さらに上場企業というところまで枠を広げて、戦略的な事業提携までさせていただけるというところにおいては、この調達した資金をですね、ぜひ使っていきたいということで、ブラックストーン出身のですね、ヌリアというものが事業責任者を担当いたしまして、積極的にこのプロップテックの分野においても投資をしていきたいと考えております。はい。で、そしてですね、この利回り君グローバル戦略、先ほど申し上げましたが、世界ナンバーワンの企業がファンドライズ37万人、2000億。世界ナンバー2がリアリティモーグル、預かり資産1000億、27万人ですけれども、我々、ぜひですね、ここにチャンスがあるからこそ、世界ナンバーワンを本気で目指したいと考えております。そして5つの戦略を立てました。まず1つ、楽天 ID コネクト導入ということですね。端的に言うと、楽天ユーザー様との、楽天グループ様との ID 連携をさせていただきます。今までこの EC サイトをご利用された方、ことある方、皆さんいらっしゃると思いますが、お名前を入力して、ご住所を入力していただいて、そしてメールアドレスを入力していただいて、その他のステータスを入力してカードを登録して、ここで離脱したっていう方々、数多くいらっしゃると思います。実は我々のサイトもそうです。半分ぐらいの方々が途中で離脱してしまうと。投資家登録まで至らないという方がいらっしゃいます。これをですね、ID 連携することによって入力が不要になります。圧倒的な UX、ユーザビリティの向上につながる。この現在のウェブサイトにおいても3分に短縮ができる。で、そしてさらにですね、我々6月にアプリをリリースさせていただきます。利回りくんアプリです。これによってマイナンバーカードのお持ちの方、楽天ユーザーでマイナンバーカードをお持ちの方であれば、ピッとスマホの裏にマイナンバーカードをかざしていただくだけで、わずか1分で不動産投資を開始することができるようになります。これがまさしくですね、我々が目指してきた圧倒的なユーザビリティと UX の向上ということで、まさしくこの登録で途中で離脱されるお客様は 50% 減るということになりますから、さらに力強く圧倒的な会員数の増加につながっていくんではないかと考えております。そしてさらにもう一つは楽天ポイントと利回りくんコインが交換ができるようになりました。端的に言うと楽天ポイントで投資ができるようになります。ポイント運用されているお客様数多くいらっしゃると思いますが、0.8% とか、よく私どもがサイトで拝見させていただいているのは 0.5% とか、あるいは利益が出なかったとかありますけれども、楽天ポイントで運用されている皆様、ぜひ私どもの利回りくんコインに変えていただいて、1万円でもご投資いただくとですね、平均利回り 4.4% となっておりますので、ぜひ5倍から6倍の運用利回りがつきますので、ぜひポイント運用困っていらっしゃる方、利回りくんコインに変えて、利回りくんでぜひ運用していただきたいと思います。で、そしてもう一つの戦略、本来はこれ自治体様とですね、発表までこぎつけられればと思ってたんですが、残念ながらこれ、ちょっと今日のところは構想とさせていただきます。この GRCF ということで、ガバメントリアルエステートクラウドファンディングと、ちょっと仰々しいタイトルになってしまったんですが、端的に言うとですね、その地方行政で特に負の遺産になってしまっている、赤字で運営されている公共施設などを、よく言うのは PFI とか PPP、官民共同パートナーシップによる公共施設の再生事業などがあります。これを我々が利回りくんとしてクラウドファンディングでやると。行政様と一緒にですね、地域の皆様と一緒に
この負のアセットになってしまっている部分を我々が一緒にクラウドファンディングで再生をしていくということになります。どんなことなのかというとですね、今とある行政様とお話をさせていただいているのが、市長までお話に行ってるんですけれども、例えば市営住宅があります。50% しか稼働していません。運営しているだけで市は年間で2億円の赤字が出ています。これ皆様の税金です。税金で支払われているわけです。大規模修繕をやりますと5億円かかります。赤字なの。建て替えをやります。15億かかります。これ進むも地獄、引くも地獄となってしまっている。これ市営住宅だけには限らずですね、廃校になった施設をこれを維持するために、地域の安全のためにという名目で年間8000万かけてますとかですね、誰も憩っていない公園があるとかですね、ここの整備に5000万かけてると、もう負の遺産がいっぱいあるんです、行政に。これらを我々民間の力で国民の負のアセット、国民の税金で賄われているこの施設をですね、我々民間の力で再生をする。そしてなおかつ国民の皆様にご投資をいただいて、不動産クラウドファンディングで再生をしていくということをやろうということなんですね。そしてまず第一弾として我々子育て支援住宅に取り組みたいと。行政様もですね、やはり本音で言えば一番人口増につながっていく世帯が欲しいというところあると思いますので、一番我々のこの提案刺さりやすいと思ったんですけれども、子育て支援を必要としている世帯向け、そしてまたシングルマザー、シングルファザーの方向けにですね、補助金がどこにどのように行き届いているかということをしっかりと可視化していただいて、でなおかつこの我々の建て替え事業にも一部補助金でご助力をいただいてですね、でそして不動産クラウドファンディングで国民の負のアセットになってしまっている、血税を垂れ流してしまっている部分を国民の資産の力でこれをしっかりと再生をしてお国のためになります。血税の流出を減らすこともできます。でそして国民の力で再生をして、そして投資をしていただいた方には家賃収入という利回りも生むことができると。これまさしくですね、官民共同となった官民一体となった再生事業をまさしくこのインターネット上において行っていくということを、今多くの自治体様にご提案を申し上げておりますので、ぜひ年内に発表させていただければと。ということで、これらのこの子育て支援住宅について国立岡山大学様と共同研究をスタートさせていただきました。まさしくこれによって産官学連携によってどのようなこの社会にインパクトがあるのか、そして民間に対して、そして GDP に対してどのようなインパクトがあるのか、我々しっかりとですね、この補助金の行き場であったりとか、まさしく、謎に税金が使われてしまっている国民の多くの声がですね、無駄に税金使われてるんじゃないか、この補助金一体何に使ったんだ、いろんな国民の皆様お声があるわけですけれども、しっかりと共同研究で数値化してですね、そして我々がやるべきことをですね、道筋をしっかりと示して産官学連携でですね、この GRCF を進めていきたいと。ガバメントリアルエステートクラウドファンディング事業をですね、一つの我々の柱としていきたいというふうに考えております。そして最後にですね、キャンペーンを貼ってまいります。利回りくん経由でなんと今日から楽天モバイルに加入すると200名限定で5000ポイントもらえます。大盤振る舞いやります。楽天様にお世話になってますので、少しでも恩返ししたいなという思いで企画を立てさせていただきました。ぜひですね、皆様こちらもご利用いただければというふうに思います。はい、というわけで私もナスダック上場を機にですね、グローバル展開もこれからさせていただきたいと考えておりますし、世界中の不動産投資を民主化して世界で評価される企業へなっていこうと頑張ってまいりたいと存じます。また5月15日にですね、今期の決算予想数値および配当で、そしてまた事業についてまたもろもろ投資家の皆様にワクワクしていただけるんではないかと、そんな発表ができるんではないかと考えております。ぜひ、サイレントピリオドが明けた5月15日ですね、この発表も楽しみにしていただければと存じます。はい、それでは私の方から以上となります。ご清聴誠にありがとうございました。杉本会長、ありがとうございました。